現時点今は2時31分4月の8日です。今日のメインテーマは皆さん、新興国株です。新興国、ここ途上国どうっていうのが、両方ともここはやはり成長が高い国ですね。主要国ではない国。例えば、ここはインドとか、ベトナムとか、ブラジルとか、時々中東とか、東の、ヨーロッパとか、アフリカとか、こういう成長率が高い。だけど、まだちょっと政治状況が混雑、地政学リスクがある。その他が、それとも天然資源が多い国、こういうような国に対して皆さん今は実は手を出すべきではないと思います。で、この一番の理由が今はドルが大きくと、上昇しているからです。で、このドル指数を皆さん一緒にご覧になってください。ドルっていうのはこのアメリカドルのことですね。DXY 指数。で、この DXY 指数が実は上がり始めたのが21年の1月です。なので、1年4ヶ月ぐらい前からずっと上昇トレンドに向かってきました。で、このドル指数が上がるために、実は皆さん、これはイマージングマーケット、つまりさっき言ってたこの途上国の実際のパフォーマンスが、いわゆるここは SP500に対してかなり落ちると思います。で、ここの比較的な、チャートも皆さんに見せていきたいと思います。例えばですけど、こちらのチャートが実際に、EEM、つまりこれは新興国の ETF、ここは iShares Emerging Market Index Fund ドル建て指数を、例えば分子と入れて SP500 を分母と入れたこちらの割合を見てみると、実は去年のちょうど1月ぐらいあたりからずっとこの割合が下がってます。つまりドルが上がるたびに新興国は米国株に比べてパフォーマンスが弱くなっています。で、これがいつもその通りじゃないんですね。例えば、2020年を見てみると、2021年の特に4月から年末まではほとんどこちらは逆に動いていて、新興国のパフォーマンスが米国株より強かったです。なので、いつもそうじゃないんですけど、特に皆さんここはドル指数に対してドルの動きがかなり重要かなと思います。なので、まず皆さんそこ1点と見ていきましょう。次に、こちらの今のドル指数が動いているので、今はどういうふうにするのか、ここ避けるべき、すべてここ投げ売りするのか、どういうふうに何をするのか、そちらの方をもう少しと説明したいです。で、なんでこれが悪いのか、新興国に対して。ドルが上がると、いろんな新興国は特に通貨が混乱している、例えばアルゼンチンナとか、かなり通貨、政府がデフォルトするリスクが多いんですね。ベネズエラはもっとひどい。アフリカの時々ジンバブエとかはすでにもっとひどいです。歴史的にあまり通貨が信用されていないので、こういうような国はアメリカドルを使っていろいろ取引しているところがあります。で、当然アメリカドルでも、貸入金とか借金とかも持ってます。で、このアメリカドルを、借りる金利が上がってしまうと、ますます費用が上がってしまいます。しかもアメリカドルで取引をしているので、アメリカドルで借りなくちゃいけないときは、このアメリカドルがその新興国の通貨に対して上がると、ここも困る状態になってしまいます。なので特に皆さんこのアメリカドルが今上がっているところでいろんな新興国の株が、比較的に米国株と比べて割安っていうか、パフォーマンスが弱くなっているかなと思います。それで今見ていて OK ダウン分かりました。この相関係数を見ていきましょう。ドル指数と新興国のMSCI、イマージングマーケット指数というものですね。大きな先物の指数ですね。MME というものです。これを基礎の方に入れて、で、DXY 指数と比べると、やっぱり歴史的にこの10年間見ると、ほとんど相関係数がネガティブです。DXY が上がると、この新興国の、指数などは株価は下がる傾向があります。で、逆に、これ一緒によく動くもので、今は特に相関係数が特に高くなっているところも見つけるべきかなと思っています。で、今見ていて特にドルが上がっているので、ドルと一緒に動いているものは何なのか。しかも、これは何を買うのか。例えば、新興株を持っているのでリスクヘッジをしたい。実は、ドルとすごく相関係数もネガティブなんですけど、今はかなりと、歴史的にゴールドとも、この今の相関係数が、マイナス0.91ぐらい程度になってます。で、これが面白いところで、今は実は
ドルとも相関がネガティブ。ゴールドとも相関がネガティブな新興国株です。つまり、今は実はゴールドとドル指数は一緒に動いています。これが異例なんですね。普通は、ドル指数とゴールドっていうのは、逆に動く傾向が多いです。なぜかというと、代替通貨ですね、ゴールドは。歴史的にもっと古い伝統的な通貨です。だけど、今見ていると一緒に動いていることを見て、もしかしてここは皆さん、新興国に対してリスクヘッジをするためには、ゴールドも見ておくべきかなと考えています。特にここは短期投資でもチャートは少し面白いですね。マクリーがこれからもう少ししたらまた上昇トレンドになるかもしれない。今は世界がインフレを警戒している。インフレっていうのはやっぱり物価指数が上がることですね。で、物価指数が上がるとゴールドにとっても上がりやすい兆候なので、今は途上国の株価を思っている方に対して、僕の今考えていることはもしかしてリスクヘッジとしてゴールドも少し買ってもいいかなと短期投資で思っています。つまり長期投資でこういうようにいろんな新興国の株とか持っている人たちはこの緑の部分にもしかして持ってますけど、短期投資としてどういうふうに何をするのか、ドルが怖いよ。ドルを買うっていうのが一つの手段だけど、ドルを為替で買ってもあまり大きなヘッジにならないですね。為替の動きってかなり鈍いです。あんまり動かないです。だけど、大きく動く範囲があるものでリスクヘッジと言ったら、多分ゴールドじゃないかなと考えています。なので僕は今この短期投資としてリスクヘッジとして新興国株を持っているんですけど、ゴールドを買おうかなと考えています。